皆さんこんにちは、おたたびです。現在、広島県に来ています。今回は日本の風情たっぷりの温泉街をご紹介したいのですが、今から向かう温泉街は衰退が加速し、危機的状況にあります。廃墟が目立ち、景観が損なわれつつありますが、本当に素晴らしい温泉街です。場所は広島県広島市佐伯区湯来町。広島駅から車で約1時間の場所に位置する湯来温泉に向かいます。広島の奥座敷とも呼ばれる湯来温泉ですが、日々変化する観光ニーズに対応できず、後継者不足、マンネリ経営、施設の老朽化などによって衰退は加速しています。実は2度目の訪問になるのですが、現在の様子を見に行きます。まず最初に湯来温泉のすぐ隣にある湯の山温泉に向かいます。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはね、広島県にある湯の山温泉です。2、3年前に一度訪れてます。こちらは駐車場なんですけど、17台止めれますね。1台は、車椅子専用です。トイレもちゃんとあります。ただ、男性用トイレは丸見えですね。駐車場の目の前にはね、すごく巨大な施設があります。こちらはね、クアハウス湯の山っていうね、温泉入浴施設と、スポーツ施設を兼ね備えた、保養と健康づくりのための複合型温泉施設です。水着で入る13種類の混浴温泉と、あとはサウナに25メートルの温水プールで、トレーニングルームなど1日楽しめる場所です。ウォータースライダーがあるそうなので、ちょっと気になりますね。こちらの温泉の開湯は約1200年だそうです。かなりね、歴史の古い温泉地となります。鶏がいっぱいいます。わ、すごいですね。この鶏、餌やりできるみたいです。大麦、トウモロコシ、玄米。この、ハテナって何ですかね。気になりますね。せっかくなんでね、このハテナやってみましょう。金額とか書いてないんですけど、100円ですかね。100円でしたね。はい。こんな感じでカプセルが出てきました。で、カプセルの出る音がすると、なんかニワトリが急に騒がしくなってきましたね。多分、餌もらえるって分かってるんだと思います。中に200円入ってました。ほら、なんか、そんなことあんの？なんか100円お得ですね。
何がしたんやろ。カプセルはね、こちらの袋に入れるみたいです。人間って欲が出るもので、もう一回やりますね。これもう一回出たら400円、100円で、300円の利益ですね。あ、ちゃんと餌が出てきました。これは何ですかね。多分トウモロコシだと思います。じゃあね、早速あげてみたいと思います。うわ、そばそばしてますね。これはなんていう鳥なんですかね。トサカがないんでニワトリじゃなさそうですね。ちょっと待てよ。餌いっぱいあるやんか。お前いっぱい餌あるやんか。これどうやってあげるんや。こうやってあげるんかな、餌。はい。食べてる。このやり方で合ってんのかわかんないですけど。子たちはどうやって餌あげるんですかね。勝手に開けたら怒られますよね。てか逃げちゃった時怖いですよね。これ開けてあげるんかな。いや、出たら怖いな。いや、逃げそうですね。あかん。ダメ。いや、これ逃げちゃいますね。君はここに入れてあげる。はい。今や。はい。ダメよ。はい。200円出てきたんで、せっかくなんでね、もう100円もこのニワトリに還元したいと思います。でもね、人間って欲深いもので、また、はてな、回っちゃいます。これがトウモロコシですね。はい。残念ながら200円は出てこなかったです。で、温泉地はこちらですね。足湯とかもあるんでね。かなりね、小さな温泉地ではありますけども、風情のある街並みです。宿泊施設があるんですけど、ネットで見る限りは、多分ね、1軒だけだと思うんですね。はい、こちらではね、鯉の餌やりができるみたいです。多分ね、宿泊できるのはこちらの森旅館、こちらの1軒だけだと思いますね。で、この真正面の山の方に見えている湯の山温泉館っていうところが日帰り入浴可能な温泉となってます。っていうかね、日帰り温泉しかやってないです。ここの源泉があそこで湧いてます。こちらが、足湯ですね。で、確かこちらはね、冷光泉だったと思うんです。以前来た時はこの中にサワガニとかね、ドクターフィッシュがいたんですけど、見当たりませんね。こちらの泉温は 23.5 度ですね。だからかなり冷たいです。冷てやっぱりドクターフィッシュいましたね。左足だけドクターフィッシュが集まってきてます。右足はね、2、3匹しかいないんですけど、左足だけ10匹以上集まってます。で、こちらにね、賽銭箱が用意されてますね。湯の神神社の修繕費とか、この施設のね、修繕維持費に、活用されるみたいです。参考ドクターフィッシュセラピーの体験市場価格は300円程度です。ということは300円入れろってことですね。上がりました。足湯のね、この横に貸しタオルっていうのがあります。なので手ぶらで買うこともできますね。ただ新品じゃないんで、気になる人は持参した方がいいと思います。こちらはお店ではなさそうですね。普通の民家ですかね。で、こちらは神社ですね。こちらを登るとね、湯の山温泉館です。よいしょ。さすが
広島ですね。広島東洋カープに新入団した選手は毎年ここで参拝するようですね。広島東洋カープ新入団選手活躍祈願2018年から行っているみたいですね。こちらの建物が、湯の山温泉館ですね。入浴料金は、12歳以上が430円、4歳以上12歳未満は150円。で、こちらはですね、江戸期の1750年にね、広島藩主浅野義長によって作られた湯治場です。この上にね、旧湯治場が現在も残ってるんですけど、国の重要有形民族文化財となっています。江戸時代から現在もね、利用され続けているのには感慨深いものがあります。こちらの温泉はね、以前入ったことあるんですけど、4メートルの高さからの打製湯があって、源泉なので 23.5 度と冷たいんですけど、内湯はね、41度に緩和していますので、打製湯と内湯を交互に入るのがここの楽しみ方です。肩こりや心血にいいみたいです。はい、今ね、管理されてる方っていうか、そういう方と出会ったんですけど、かなりね、これを維持するのが今大変みたいですね。いろいろと今後に問題があるみたいです。今はね、これ、市が管理してるみたいなんで、40年間ね、市が管理してるみたいなんですけど、あと10年ぐらいで町に返還されるのかよくわかんないですけど、返還された時のね、維持費が非常に大変だと思います。この建物ももしかしたら耐震性の問題で引っかかる可能性もあるとおっしゃってました。まだまだ先の話ですけど、今後どうなるかっていうお話をね、していただきました。はい、せっかくなんでね、参拝していきます。参道はこちらです。あれ、こんなに雰囲気ある場所やったかな。すごく雰囲気ありますね。こっちはお稲荷さんですね。で、こっちが本殿です。ほっ、よいしょ。おー、うまいこといけた。で、このね、神社の、すぐ下がですね、旧湯治場になります。はい、こちらです。中に入ることはできないんですけどね、ちょっと覗くことはできます。はい、中はね、こんな感じです。はい。雪温泉の方にね、露天風呂を予約してるんですけど、まだ時間がめちゃくちゃ余ってるんで、この周辺の観光スポットに行ってみたいと思います。はい、向かいます。今からカンカン照りに晴れるみたいです。よいしょ。駐車場があれ、駐車場なし。はい、到着しました。こちらは龍頭峡ですね。現在地がここなんですけど、そんなに距離はないですね。アメラ滝と二段滝と奥の滝があるみたいです。ここがね、多分遊歩道だと思います。いろんなね、見どころがあるみたいなので、行ってみます。ここは人気の観光スポットなんでしょうか。お客さんはね、全然いません。
駐車場も1台もいませんでした。あれ、これ早速道が分かんないですね。こっちなのかな、ちょっと分かんないですけど行ってみます。不気味な雰囲気です。なんか急にね、雲行きが怪しくなってきました。近いんだったらちゃっと行ってちゃっと帰ってきます。階段があります。いや、だんだん川から遠ざかって山の上と登っていってます。いや、大丈夫かな、これ道違うかもしれませんね。峠越えさせようとしてるんですかね。どんどん山の上に行っているんですけど、大丈夫ですか。合ってるのかな。どんどん上に登っていくんですけど、うわ、すごい。もう標高100メートル以上は多分登ってます。いや、これ歩いて大丈夫？簡易な道が設置されてます。怖っ。進んでるように見えて、どんどん上に登ってるんで、さっきの駐車場からそんなに離れてないですね。地図ではすぐこちらが奥の滝なんですけど、絶対違いますよね。戻ります。これ戻るのもかなり時間かかります。戻ってきました。こっちはね、山の山頂に行くみたいでした。うわ、これや、最悪。奥の滝までは400メートルみたいですね。そんなに遠くはないです。すごい歩きやすいです。さっきの道とは大違いですね。なんかいろんな植物が見れるみたいです。うわ、綺麗。すごい綺麗ですね。もう今入りたいぐらいです。暑い。すごいね。これが滑良滝ですね。ここからちょっと上がっていくみたいですね。登るね。いや、これは辛い。今度は下ってます。うわ、すごい。岩の壁から木が生えてます。すごいですね。本当になんかジブリの世界みたいです。めちゃくちゃすごいやん。いや、しょぼいと思ってたんですけど、めちゃくちゃすごいです。そう。水量自体はね、全然ないんですけど、滝は思ったより上でした。すごっ。うわ、すごいな。水量はないんですけど、なんでこんなにも迫力あるんですかね。はい、残念ながらね、この先は通行止めで行けないので、では戻ります。
到着しました。こちらがね、広島の奥座敷と呼ばれる雪温泉です。開湯はですね、なんと約1500年で白鷺が湯に浸かって傷を癒しているところを発見したことが雪温泉の歴史の始まりと言われています。この町並みは1950年に開発されたそうです。現在ここは梶賀荘というね宿が1軒しか残ってませんが、そのね梶賀荘もね2023年12月にボイラー設備の故障で休業しています。修繕に数千万円がかかる見込みで、現在も再開のめどが立っていない状態です。今現在ねここでやってる宿はもう今はないということです。雪温泉の衰退だけでなく、主要産業の収益性の悪さや人材不足、アクセスの悪さなどが要因で人口まで減っているそうです。ここからね温泉街の始まりなんですけど、もうすでに廃墟になってますね。一応、売り物件にはなってます。こちらの大きな建物も廃墟となってしまってます。こちらはラウンジだったみたいですね。ラウンジりょうちゃんと看板があります。川の色がねめちゃくちゃ綺麗です。この温泉街で唯一入れる温泉がこちらの貸し切り露天風呂のマサのヒノキ湯という露天風呂になりますね。この露天風呂なんですが、かつてはね湯本と呼ばれ、観光客や地域住民に向けて無料開放していたそうなんですが、運転資金の不足や利用客のマナーの悪化などが原因で2000年に閉鎖したそうです。そこからねだんだんと温泉街の衰退が続いたため、温泉街を再生させようと19年ぶりの2019年にこの露天風呂が復活しました。せっかくねこの雪温泉に来たんで、こちら予約してますんで後で入ってみたいと思います。こちらは、湯治バーって書いてますね。カフェではなくバーなんでしょうね。はい、今風なお店ですね。今日はねちょっとやってないみたいなんですけど、いろいろメニューがありますね。広島つけ麺とか豚串丼、ドリンクも結構種類ありますね。なのでこの温泉街で現在やってるお店はこちらの、湯治バーそぞろとこちらの露天風呂のみですね。はい、こっちにはね神社があるみたいです。後でね行ってみます。いやすごくねいいとこなんですけどね、風情があってなんか京都に来てるような感じの街並みですね。こちらもね、もう閉業されて廃墟となってます。すごくいいとこなのにもうね風情は抜群です。こちら梶賀荘というねお宿なんですけど、この温泉街で、宿が残っているのはこの梶賀荘というね1軒だけなんですけど、修繕に数千万円がかかる見込みで現在も再開のめどが立っていない状態です。この温泉街の状況の中で数千万円出して直したところでですね採算が取れるのかって思ったらちょっと無理かもしれませんね。もしかしたらこのまま廃業になってしまうかもしれません。一応ねこちらの張り紙では一時休業させていただきますっていうような感じなんですけど、いつね再開されるのかは本当わからないです。梶賀荘の横はもうすぐ川が流れてて、川の前にね多分あれ客室だと思うんですけど、すごくねロケーションはいいお宿なんですけどね、これはもったいないですね。湯野上神社というところに行ってみます。神社はこちらみたいですね。はい、こちらです。はい、到着しました。雪温泉開発50周年、2000年で50周年ですね。こちらの神社はね比
較的綺麗な建物なんで、2000年のタイミングで建て直したんかもしれませんね。絵馬とかあるんで、どっかに絵馬がもらえるんですかね。こちらも巨大な廃墟ですね。こちらはお寺ですね。ただもう閉じてありますね。入っていいのかちょっとわからないんでやめておきます。この辺はね、かなり開けた更地になってるんで、もしかしたら、建物とか取り壊したのかもしれませんね。目の前に石碑があります。よいしょ。目的地は左側です。はい、こちらのね、雪交流体験センターで鍵を受け取るみたいです。交流体験センターの隣は国民宿舎の雪ロッジですね。こちらもね、日帰り入浴が可能となってます。で、雪温泉で宿泊できるのはもうこちらのみとなってます。こちらのね、観光案内受付コーナーで鍵をいただきました。はい、鍵の方受け取ってきました。ここからね、車で2分なんで、とりあえず車で行きます。よし。4つ目、これはね、P って書いてある。はい、こちらです。よいしょ。到着です。駐車場はこちらですね。で、露天風呂はもうすぐそこです。はい、こちらですね。もう早速入ります。はい、かなり低い位置にあります。開きました。おー、すごい。結構大きなお風呂です。この看板は当時のままなんですかね。かなり古いです。で、こちらに脱衣所があって、こちらが露天風呂ですね。こっちにもね、なんか五右衛門風呂みたいなのありますね。ちなみに温度の方がちょうどいい感じですね。で、こっちは源泉そのままみたいですね。なのでこっちの浴槽は、加温してるみたいです。冷たい。もう水風呂に近いです。露天風呂のすぐ横はもう川ですね。爆風でも今にも雨が降りそうです。で、こちらが脱衣所ですね。はい、こんな感じです。こちらがトイレですね。かなり綺麗にされてます。こちらがトイレなので、脱衣所のスペースはこれぐらいですね。貸し切りなんで、十分ですけど。で、冬場の寒い時はここに暖房があるんで安心です。こちらに AED があります。露天風呂内部を動画、静止画で撮影される場合は、人が映る形での撮影は禁止とさせていただきます。はい。水質調査結果なんですけど、6年4月23日。ほんと、この間ですね。ちなみにこの鍵をなくすと交換代として1万円必要になってきます。湧出量が毎分750リットルですかね。泉温の方が 27.5 度。泉質は、単純弱放射能低温泉みたいです。無色透明無味無臭って書いてあるんですけど、ほのかにね、なんか硫黄っぽい匂いがします。こちらのね、浴槽のすぐ隣がシャワーになってます。この水はそのまま川に流れていくんだと思います。なので環境を壊さないためにね、この備え付けのね、シャンプーとボディーソープ以外は使用禁止みたいです。とりあえずね、入ってみます。
すごいね、サラサラとした環境にね優しそうなシャンプーとボディーソープでした。結構厚めですね。気持ちいい。ちょっと暑いかなと思ったんですけど、だんだん慣れてきましたね。これで42度ぐらいじゃないですかね。ここの料金は1時間の利用で4000円です。で、6人まで利用できるんで、人数が多ければ多いほどお得ですね。すごくね、清潔感のある露天風呂です。露天風呂というか、半露天風呂になるんですかね。めちゃくちゃ気持ちいいです。ちなみにね、妻と入ってます。スズメバチや。嘘。こっち生まれたての姿やで。いや、めちゃくちゃ贅沢な時間です。1時間って意外と長いですね。源泉にも使ってみます。冷たい。結構体が温まったから入れるからと思ったんですけど、これは心臓止まりますね。はい、上がりました。いや、めちゃくちゃいい温泉でした。貸し切りなんでゆっくり浸かることができました。で、シャワーなんですけど、ちょっとね勢いが弱いって感じでしたね。気にはなりませんでしたけど、シャワーから出るお湯も多分ね、源泉を使用しているのかなと思います。はい、温泉も楽しんできました。すごくね泉質も良くて風情があっていい街並みなんですけど、衰退していってる現状にあります。でもね、歓楽街も何もない秘境の温泉宿でも、そんな場所へもねわざわざ訪れたいというほどの人気の宿も日本中にはたくさんあるんで、なぜその宿は人気なのか調べる必要があると思いますし、秘境の温泉宿にはないこの風情のある街並みがここの強みであると思いますので、知恵とね資金さえあれば再生できそうな気がします。若年層をターゲットにするのか、ファミリー層をターゲットにするのか、あるいは富裕層をターゲットにするのか、小さな温泉街なのである程度絞り込むことはできるとは思いますが、どこに焦点を当てるのかが重要になってくると個人的には思います。帰ろうと思ったらね、ライトがつきました。ライトがついてね、より風情があります。